シュナさん、はい。日々たくさんのリフォーム相談って今イメチェンの方にご相談いただいているかと思うんですけども、お客様の方でイメチェンにリフォームの相談をする前に、こういう準備は先にしといた方がいいですよってことってあるかと思うんですけども、お客様の方である程度こういうことを考えておいてほしいってことがあればちょっとお聞きできたらと思うんですけども。これは賃貸住宅用のリフォームなのうん。か、個人的にそのお部屋に住むうん。用のリフォームなのかによって、ちょっといろいろ考え方は変わってはくるんですが、はい。リフォームの予算とか、うん。目的があるならば、それは明確にしといていただきたいなというのがありはい。ます。予算っていうのはざっくり300万ぐらいとかそういうことですかね。そうですね。ざっくりでもいいので、300万以上はかけたくないなとうん。か、マックスかけれても500万以内だなとかってあると思うんですよね。はい。で賃貸の場合であれば、当然投資した金額を家賃で回収しなけれうん。ばいけないので、うん。何ヶ月以内で回収したいなとかですね、うん。そういうのがあるならば決めていただきたいですね。で、これちょっと注意点としては、うん。たまにあるのが、予算本当は150万あるけれどうん。も、150万ありますっていううん。のを業者に伝えると、うん。単価高くうん。うん。やるんじゃないかみうん。たいなことを恐れられてですね、もう150万予算があるのに、100万以内で収めたいみたいなことをおうん。っしゃるうん。方もいらっしゃるんですよ。はい。ちょっと逆効果になる、うん。これ以上はかけれないっていう予算があるならば、正直な金額を伝えていただきたいですね。ちなみに、頼む側からすると、マックスの予算を伝えると、その金額のものしか出てこないんじゃないかっていう不安があったりするんですけど、あるわけです。そのはい。場合は、松竹梅みたいなプラン出してほしいっていうふうにお願いすることもできるんですかね。もう言った方がいいですね、必ず。うん。例えば設備のグレードだったり、賃貸の場合だと、当然お金をかければ高い賃料が取れて、お金をかけなければ賃料が安いとかっていうのがあると思うので、賃貸住宅の場合だと、工事金額と、家賃に応じて、松竹梅で作ってもらえないですかとかですね。それをですね、作る会社もありますし、イメチェンの方ではそれはですね、ご提案させていただいてますね。あと先ほどのリフォームの目的みたいなところがあるかと思うんですけども、賃貸用の物件であれば、売上これぐらい賃料上げたいとか、何ヶ月で回収したいっていうのが目的になるってことですかね。そうですね。それもありますよね。あとは、賃貸のリフォームするときに、あと何年ぐらいこの物件からうん。収益を得ていきたいかっていうですね、ところもちょっと決めていただくと、いはい。ろいろ考え方が変わるんですよね。この物件はあと10年ぐらい維持できたらいいよねってうん。いう考え方のリフォームの提案と、例えば築30年のうん。RC のマンションで、残り30年、40年は維持していきたいうよねという考ん。え方であれば、ちょうど賃貸経営の折り返し地点になるうん。ので、残り30年、40年を見据えたプランの提案とかもでうん。きるので、これ分譲で自分が住むっていう場合だと、おはい。客様ってどういう目的が分かれてくるんですかね。はい。例えば、最近の流行りで言うと、リビングを広く作りたいというニーズがかなり多くて、築古のマンションだと、3DK とか うん。 2DK の物件が多いので、はい。それを2LDK に変更したいとうん。か、1LDK に変更したいとかっていうのがあったりするんですけはい。ど、そのリビング広く作って、こういう風な家具を配置してやっていきたいのかとかですうん。ね。あとは、家で仕事するスペースが必要だうん。から、そういった個室が欲しいんだよねとかって、生活スタイルとうん。か家うん。族構成によって作りたい間取りとか、うん。空間とかって変わってくると思うので、ある程度家族でその辺の話し合いをしていただくと、話も早いのかなとあ、思って。あと他にあるとすればですね、リフォームの優先して行いたい箇所もあるならば、はい。明確にしといていうん。ただきたいですね。例えばフルリノベーションってことであれば、うん。ある程度全部交換できるんですけど、ある程度予算が決まっているのであれば、うん。さっきの間取り変更をうん。優先したいのか、水回り交換を優先したいのか、うん。水回りの中でもキッチン交換を優先したいうん。とか、お風呂交換は優先したいとかあると思うんですよね。はい。プランナーとか営業マンの提案によって予算が上がったりすることはあると思うんですけうん。ど、ある程度優先順位があるならば決めといていただくとですね、話が早いんじゃないかなと思ってますね。じゃあ、一旦は、リフォームの目的っていうのと、リフォームの優先順位っていうのをある程度相談する前に、家族で話し合ったりはい。してまとめてから、イメチェンとかに相談するのが一番話が早いってことですかね。そうですね。で、ないならないでいいので、それはないならないで提案してほしいっていうのは、きちんと伝えていただく方がいいかなと思ってますね。
はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。定額制リフォームイメチェンでは、賃貸住宅向けの定額制リフォームイメチェンと、あと中古住宅向けのイメチェンネクストという商品を展開させていただいております。パンフレットまだお持ちでない方は、サイト上からダウンロードすることができますので、ぜひダウンロードしていただきたいなと思っております。また、今多くのですね、方から、お見積もりをいただいている状態なんですが、施工ができないエリア外として、工事をお断りしている地域も多いのが現状です。リフォーム事業を強化していきたい企業様、下請けを脱却して元請けとして工事をしていきたい企業様いらっしゃいましたら、ぜひ月に1回ですね、事業説明会の開催をしておりますので、そちらの方に参加していただきたいと思っております。